こんにちは。大工の翔円です。やっとこの壁ができたんでね、今日から2日にかけてこのキッチンを組んでもらいます。自分はね、手伝うことはできないんですけども、よろしくお願いします。そしてね、少し残っている壁をまたやっていきたいと思います。今日から2日間にわたってキッチンを組んでもらいます。なかなかね、キッチンって自分らではとてもこういうプラモデルみたいに組んでいくってことは不可能ですね。一回一回一現場必ずってほど型が変わりますから難しい仕事やと思いますね。で昔はね、職人さんいっぱいいたんですけども、本当に少なくなりましたね。ですからキッチンを頼んで、2週間で配送してくれるんですけども、職人さんのこの手配の方がね、一月先だよって言われたんですけど、無理言ってね、その2週間に合わせてやってもらったんですけども、本当にね、貴重な職人さんになりましたよね。大工以上に貴重ですよね、今はね。今までのキッチンは2軒半約5メーター1列に長く並んでました。今回は L 字ですね。約2メーターの3メーター、金の手にキッチンが並んでます。歩くスペースが少なくなるってことでね、3メーター歩いたらキッチンが必ずできる。今まではもう端から端までですとだいたい5メーター近く歩かないといけなかった。正直この横に冷蔵庫が並ぶんで、4、5メーターは歩くでしょうけどね。前回と違ってね、今回の色はもうシックというか落ち着いた濃い色ですね。自分はね、色にはノータッチだったんですけども、渋い仕上がりになるでしょうね。これでキッチンを組んでもらうことができました。大量の段ボールの山は何だったんでしょうね。本当にすごい荷物でしたよね。それではまだ少し残っている壁を割っていきます。一軒の壁が残っているだけなんですけども、やはりこの内側の一軒の壁にも土壁がついてるんですね。電気の線とかね、こういうの少し触るだけでも土壁ってなかなか難しいですよね。少し触ればもう全部これ砂に変わるんですね。土壁がいいって言ってもやはり最初だけですね。この一軒の壁はキッチン側は漆喰で収めます。でこの反対側は板張りにしようかな。そうすると壁の出角ですね、これを漆喰で角を巻いて仕上げようかなって楽考えれたんですけども、やはりこの木を立ててね、見切り立てて縁を切ってやることにします。もともとの材料がもう焼けてますから、次の赤身でね立ててやって、そして両側の壁の縁を切っていきます。まず出角の柱に半柱を立てます。出角に物を立てるっていうのはいくら古い柱が通ってても楽です。コロンとどちらかを基準にして止めてやって、そしてタッチを見ていけばまっすぐ立ちますから、壁の通りに対して直角に立ててやる。それをまっすぐ止めてやる。そして次の赤身でね、右も左も見切り材を立ててやります。でもなかなかね、少しずつこの癖があるというか、訳ありの場所にね立てるのって簡単そうに思いますけども、やっぱ皿とは違うんですよね。この後ろのパッキン一つにしても、右と左と厚みが違うんですね。古い柱がネジがありますから、斜めのパッキン作ってやってね、それはそれのちょっとした癖で厚みを変えてやればまっすぐに留めることができます。
棚をつけてやろうと思います。で、一軒あるからこれ一軒の耳付きの結構曲がった R の板を作ってきたんです。一軒の壁に一軒の棚をつけるとかっこいいんですけどね、結構曲がってましたしね。でもこの入り口勝手口から上がってきた時に邪魔になるんですね。そこの部分を控えるとやっぱ3着しかつかないです。でももったいないけどこの一見の耳付きを半分にします。半分にするとこれ R が半分以下の R になってしまうんですよね、短くすると。ですからもうちょっと R をつけましてね、自然的に耳も削るようになって耳付きに見えながら嘘耳ですね、耳風に仕上げていきます。まあそれはそれなりに綺麗につるっと仕上がっていいかなと思うんですけど、携帯の充電とかなんか小物が一つでも置ければいいかなと思います。でもこの耳だけは見るもんが見るとこれは削って作ったんやなってもう一気にわかります。というのは耳には木もマサもありません。一色のつるっとした硬い樹皮なんですね。一旦刃物をかけますと必ず木目繊維が出てしまうってことやね。柄が出てたらもう必ず嘘耳です。テーブルにもよくそういう風に仕上げたのあると思います。でもこの嘘耳が悪いってわけじゃないんですよね。ただ自然の形ではないってことですよね。そして棚の小口は壁に対して直角に切ります。角が当たるからといってこの斜めに下にね R にしますとね、なんかこの違和感があるんですよね。直角にスカッ当たって怪我する人が悪い、そんなとこでいいんじゃないですか。そしてこの棚板は狭いですから棚板の下に持ち送りとかそういうものはつけません。壁の中に少し入れ込んであって胴縁と胴縁で挟んでそれだけでもう十分持ってくれます。板が反りくり返った場合はもうどうしようもありませんけどもね。上の棚はスイッチ1個分だけ短くしてつけてきます。その方がスイッチに対して違和感がありませんね。そして周りは同じようにボード張りで仕上げます。このキッチンの隣に物置があります。その入り口の塔もこの際やり替えようと思ってます。ですから敷居の溝の上に戸車のレールをはめてやります。レール言うても薄いんですけどね、戸車が走るように溝になってます。全体が厚み3ミリから3ミリ半ぐらいです。これで塔はうんと軽くなります。これもね今貼っておかないと戸袋の正面のこのボードを貼ってからですとレールが貼れないのですぐこういうのを忘れてしまうんですけども、今のうちにね貼っておきます。回り縁幅木を収めていきます。この回り縁と幅木はヒノキの無垢材なんですけども薄いものです。9ミリもありません。もともとが9ミリの引き落とした羽物だったんですけどもそれをシューッと削って7ミリあったでしょうかね。でも漆喰の壁って3ミリしか塗らないんでまだ3ミリか4ミリ塵がつきますからね、これで十分です。少しボンドをつけてやってこのピンタッカーで押さえていきます。息子です。いき
きなりの声での登場ごめんなさい。いやちょっといろいろ事情がありまして、ちょっと親父に代わって自分が声入れします。と言いますと、今ちょうど親父が砕いてるとこなんですけど、このキッチンは家族みんなで色とか、ここ何つけようかってのもいろいろ決めたんですけど、これがねたまたま親父一人でその決めに行く時がありまして、幕板の部分の色を誰にも相談なくこの灰色にしたんですよね。そしたらいざ出来上がったら、もう家族みんながこんな聞いてねやろうということでちょっと喧嘩になりましてね。それで親父にここをナレーション入れてくれって言ったら、お前が入れろってことでちょっと自分が登場してるんですけど、キッチンは結構いい柄が入って、柄のない灰色がこの頭のところに来るってことで、なんかキッチンがいきなり締まりがないんじゃないか、もう親父はこれが絶対いいって言うんですけど、なんか締まりがないんですよね。でこれはもう今言っとかんともう一生後悔しそうだってことで、それで喧嘩になったんですけど、でやっぱりこの人喧嘩があったおかげでここにボード貼って、漆喰の仕上げになるんですけど、これでなんとかかっこいいキッチンになるのかなって、これはもう喧嘩してよかったなって思います。最後にね、この大黒柱についていた荒壁ですね、それを落としたこの跡をきれいにしていきます。この抜き穴だけをね、まさかこの埋め木するっていうわけにもいきませんしね、半柱みたいなものを当ててね、穴隠ししていきたいと思います。最初に大黒柱には戸当たり兼見切りが天井までもまっすぐ垂れてあります。最初にこの見切りを垂れた時は速乾性のウレタンボンドでしつけました。今回はね、正面にしつけたり横にしつけたり、時間がかかるんで普通の木工ボンドでつけていきます。奥行きも横もこのひっつけなダメなんで、場所というかこの柱も太いですしね、クランプだけではねなかなかこのひっつけようがないんでね、得意のつんばり棒でねしつけてきます。つっかい棒はピチッとこう入れてくれますしね、場所によってはクランプで締めるよりもよっぽどひっついてくれますね。でもこのつっかい棒をね、これ外す時によく傷をつけるのとね、そこが一晩なら一晩24時間通れないってことですね。それがちょっと厄介なんですけど、クランプこう縦にかからないんでね、つっかい棒でなんとかひっつけてきます。これで朝までの通行止めです。これでキッチン2日かけて組んでもらいました。壁もね、隅々収まり、なんとか収まりました。明日からはこの車間さんにね、漆喰を塗ってもらいます。きっと綺麗に仕上がると思います。以上、大工社員でした。